ホリエモンチャンネル。皆様、本日は01エキスポ2025へお越しいただき、誠にありがとうございます。今回のテーマは自分の武器の見つけ方です。オシラさんはご自身が LGBT であることを公表されていて、そういったキャラを武器にして YouTube でご活躍をされていると思うんですけれども、これはもうまさに自分ならではの武器を見つけた本当に成功例だと思っているのですが、ご自身ではどのようにそういった武器を見つけて、その武器を研ぎ澄ましていったのかなというところについてどう感じていますか？でもなんかあれですよね、はい、あんまり筋肉見せてないですよね。そうなんですけど、私一応軽く筋肉系でして、スクワットとか170キロ担いで戻って大会とかも出てるんですけど、ムキムキなんですよ。そうなんです。実はあんまり見せない系ですか？いや、ちょっと今まだオフ期なんでだいぶ乗ってるんで、うん、ちょっとね、夏になったら脱ぎ始めようかなと思います。ああ、なるほどね。そうなんです。絞らないとそうなんです。見せらんないんだ。そうなんです。すいません。いや全然。でもなんか筋肉系の人ってなんか見せびらかしたい系なのかなとかって思ってたんですけど、みんな意外とお風呂行って見られるの嫌だとか、あ、そうなんですね。ビーチ行って注目されるの嫌だとかっていうこと結構多いですけどね。あ、そうなんですか。上に行けば行くほどそうですね。納得いく体じゃないときは絶対見せないみたいな。ああ、なるほど。こだわりが強いんだ。そうです。まあ歌手が本当にコンディションいい時しか歌わないみたいな。ああ、そういう感じなのかなと思いますけど。ガバガバじゃないんですね。はい、ボディービルダーの人とか本当すごいっすよね。大会の前とか、はい、2時間ごとに起きてタイマーでプロテイン飲むらしいんですよ。すごいですね。あれ、いや本当に筋肉って動かしてないと落ちるんで、はい、寝てる間も落としたくないみたいな。だから要は体脂肪率シングルみたいな、ね、そうですね、感じじゃないですか。5% から 2% に落とすみたいな。もう私もね、大会出るときとかそうなるんですけど、もう声も出ないし、歌歌えなくなるんですよ。カサカサになるんで。で、なんか電車の乗り換えとか分かんなくなったりとか、糖質がね、足りなくなって。そうです。もう頭全然回んなくなって、っていうぐらいまで結構やったりするんですよね。やばいな、それ。それはちょっとやりすぎだな。今日も午前中は筋トレしてから来たんですけど、ただ、まあ、なんかそのぐらいすると、仕事になるんですよね。ああ、なるほどね。そうなんです。私全然その筋肉として一流じゃないんですけど、はい、なんかそれでプロテインの案件もらったりとかそれぐらいはね、そうなんですよ、お仕事になったりとかして、さっき LGBT みたいな紹介されたゲイなんですけど、まあ、ゲイなんて別に、ね、人口の 5% とかって言われてるんで、そんなにめちゃめちゃ特別な武器じゃないんですけど、まあそのぐらいの武器があると仕事になったりとか。ああ、なるほどね。そうなんです。講演会とか中学校とか高校生にそのセクシャルマイノリティについて教えてくれみたいな仕事来たりとか、まあ歌も私別に一流に歌うまいわけじゃないんですけど、そのミーシャさんとか、うまいですけどね。学年で一番ぐらいかもしれないです。なんでなんかまあ武器ってそのぐらいで結構いいのかなと思って生きてます。でもね、僕多分それすごくいいポイントだなと思ってて、これの前の対談で山本さんと週休7日になっちゃいますよみたいな話をしてたんですよね。まあ絶対そうなるんですけど、生成 AI が出てきたんで、生成 AI 以前で産業革命とか農業革命で週休2日になったんですけど、それがさらに革命が進むと本当週休6日7日になっちゃうんですよねってなるんですよ多分。でそうなった時に余暇時間がまた増えるんですよ。だから俺すごい、まあ、いつもいろんなところで言ってるんだけど、近代オリンピックってすごい発明なんですよあれって。古代オリンピックのオマージュなんだけど、その競技はあんまり変わってないんだけど、古代オリンピックってめちゃくちゃ実用的だったんですよね。早く走れたら飛脚になれるしみたいな、例えばですけど、やり投げって本当に軍事的にやり投げしてたし、乗馬だって騎馬隊、要は軍事なんでめっちゃ役に立つことやってたんだけど、今や全ての競技が全く実用的じゃないじゃないですか。確かにそうなんですよ。あれは近代オリンピックができたからプロスポーツって生まれたんですよ。というのは要はそれが見せ物になると、みんながそれに感動すると、まあ、感動するような思い込ませをしてるんですけどね。共同幻想ってやつです。でも考えたら国とかだって共同幻想じゃないですか。僕たち日本国民だと思ってるけど、それは小学校の時に毎日国旗掲揚して君が代を歌ってるから、俺たちは日本国民だっていうふうに思い込まされてるわけですよ。共同幻想なんですけど、これはホモ・サピエンスのすごい特殊能力で、サピエンス以前は
ネアンデルタール人って、はいだから共同幻想持てないんですよ。あ、その脳の構造的にみたいな概念として。だから、そう、だから、要は抽象化ができるんですよ。はい人間って抽象化能力がすごく高くて、ホモ・サピエンス、サピエンスは。なので、こんな巨大な集団を作ることができたんですよ。だって、みんな日本人ですよねっていう風な、なんかよくわかんない仲間意識あるじゃないですか。なんなら人殺しちゃったりするぐらい仲間意識強いわけですよ。はい。人殺せるんですよ、共同幻想で。すごくないですか、戦争してね。だから、これからおそらくそのおっしゃった通りのその学年で一番ぐらいのものを競う時代が来る。はい。近代オリンピックが作り上げた世界っていうのは本当にトップオブザトップアスリートにならないと仕事にならなかったわけですけど、これからは多分その白下さんぐらいのそれぞれの特殊能力の掛け合わせで何者かになれるっていう、はい。藤原和弘さんっていう元リクルートでその後杉並区の中学校の先生になっ校長になった人がいて、で彼たまにそういういい本を出すんですけど、そこにも要は100人に1人の能力、まあ、学年で一番って、まさに俺白田さんそうだなと思ったんだけど、要は歌も100人に1人ぐらいのうまさだし、筋肉もそうだし芸もそうだしみたいな感じで、その100人に1人の才能を掛け合わせると 100×100×100 は1、10、100、1000、 100万人に1人でしょ。はい。だから100万人に1人の人材になれる、はい。そういう組み合わせでっていうような提唱の仕方をしてる人がいて、はい。まさにそうだなと思って。なんか努力の範囲内でなんとかなる範疇じゃないですか。100人に1人ぐらいって、まあそうそうそう挑戦してない人もたくさんいるんで、歌にだからほら挑戦してない YouTube とか。のフォロワー今何人ですか？今207万人いるんですけど、だからやっぱそれぐらいの数字になるんですよ。YouTube のフォロワーが、はい。まあ、100万を超えて、まあ、200万ぐらいになってるんですけど、それぐらいになるんですよ。というのが、これからの時代の生き方はい。なのかなって。なんか狂気のようにな努力と才能の先に極めた大谷さんみたいなそういうなんか、まあもう目指してもいいんですけど、それははいだから近代オリンピックが作り上げた世界観、はい。その産業革命農業革命が起きて人々がまあ週休2日ぐらいできるようになった時に必要な人だったんですけど、はいこれから大谷翔平だけだと足りないんで、はい、そうです。そうなんですよ。大谷翔平さんだけだと足りないんですよ。よか時間潰しなんだけど、時間潰しをするためにはあと何倍かのはい。人が必要なんで、そういうものが必要なんで、それはみんなで作り上げていくしかないんですよね。暇つぶしのエンタメを。そうです。だからこれまで多分スポーツ消費ぐらいでちょうどよかったんですけど、これからって多分スポーツもプロスポーツだけじゃなくてアマチュアスポーツもなんか順位を競うものではなくて、もっとみんなで楽しむものっていうか、チームワークとかそういうものが僕はこれから流行っていくと思っていて、例えば僕アドベンチャーレースっていうのをすごくアドベンチャーレース、はい、推奨してるんですけど、まあ原則4人1組でチームを組んで必ず女子を入れなきゃいけないんですね。これ男性だけだと、男性ってやっぱり運動能力高いんで、高いってのは相対的にね、女性の平均より男性の平均の方が高いんで、そうするとゴリゴリにアスリートチームみたいな作ったらそっちが強くなっちゃうじゃないですか。でも女性入れとくと大体女性が制限要因になるんで、でチーム戦なんで絶対はぐれちゃダメなんですよね。だから助け合うんですよね。でも時には喧嘩をするんですよ。なんか道間違えちゃったりとかして、なんで間違えたんだよみたいな。できついからさ、間違えたらなんか間違えて500メートル降りちゃったら500メートル登んなきゃいけないから、なんなんだよこれみたいな感じで、すごく辛くなったりとか、それで励まし合ったりとか、能力高い人が低い人を引っ張ったりとか、それこそ紐つけてね。もうそういう結構過酷なあれなんですね。そうです。自転車とかでも、登るの下手な女の子とかを紐で引っ張ったりとかするんですよ、本当に。本当にするんですよ。でもこのスポーツ結構面白いなと思って、だそういうような自分でやることって大事だなと思って、だから俺白須田さんがねいるシアミュージックっていう、ボーカルのボイトレスクール、で全国200校ぐらいあるんでした、そうなんですよ、ね、先生2000人ぐらいいるんですよね、そのうちの、一番スター先生なんですけど、僕もちょっと企画で習いに行ったことあるんですけど、これね俺いいと思ってるんですよ、ボイトレ。
ボイトレですか。だからシアミジックさんとかが切り開いた世界ってまさにこれからの週休6日時代の、はい、に必要なものかなって、はい、ミュージカルやるときに最初にボイトレやらせてもらったんですよ。で、こんな声出るようになるんだみたいな。だから筋肉なんで、はい、声帯も筋肉なんで鍛えすぎるとガラガラになるって話されてましたけど、すっごい歌うまくなるんですよ。要は全くやってない人が運動してない人が運動の仕方習うみたいなもんなんで、劇的に良くなるんですよ。だからしてる人としてない人全然違いますよね。そうですね。まあ歌が上手くなったからなんだっていう話なのかもしれないですけど、まあそういう余暇の使い方というか。カラオケ楽しくなるもん。いや本当にその通りです。いや全然上手くなりますよ。本当学年で一番ぐらいになれますよ。頑張る。そうですね。習ってれば、習って努力してればそのぐらいになれるかなと。あと最近すごい視野で流行ってるのが、合唱のレッスンが流行ってて、いわゆるこうみんなでハモりましょうとかっていうよりは、みんなで歌って、パート分けたりとかして、ポップスをみんなで歌うっていうのがすごい参加もできるし。そうですね。学校でよくやってましたよね、学習合唱って。そうです。あれがね楽しいみたいで。楽しいですね。コミュニティもできるし。確かに。なんかそういうのを求められてんだなとかっていうのは、しみじみと思ってやってます。カラオケってすごいなと思ったのは、歌を民主化したんですよね。歌うことを民主化したんですよ。だからカラオケ以前の世界って、なんかバンドバーみたいなのとかあったんですけど、基本はでも、例えばアコースティックギターが弾けますぐらいな人が、ピアノが弾けて歌が上手い人の世界みたいなのが、カラオケ以前の歌うということだったんですけど、カラオケができて、どんな曲も入ってるし、確かにそう、しかもなんかキーも合わせられるし、エコーもついてるんで下手でも歌えるっていう、だから音痴でも歌えるっていう世界観ができたっていうのはすごいですよね。もともと芸事ですもんね。美空ひばりさんの世界観なわけですよね、もともとは。いやだからもうすごい特殊能力だったんですけど、今やね歌えない人ってあまりいなくなったって逆に言うとね、さらにここにボイトレ通うと、さらに良くなりますよね。そうなんです。なんで歌うまくなる人はぜひお待ちしております。いやなんかね、絶対行った方がいいですよ。普通にネットで予約して行けるんで、全国にスクールあるんで、ね、すごい世界。俺いつの間にそんなもんできたんだと思いましたもん。なんかコロナ禍あたりから、やっぱみんな一人でカラオケに行くという文化がすごく人からね、強くなって、またさらになんか民主化したというか、個別化したというか、趣味の一つになったというか。いやだからこれからもっともっとシアミュージックさんのようなものが僕多分必要になってくるんじゃないかなと思って、最近僕 DJ 始めたんですけど。そうなんですか。そうなんですよ。でDJ 始める時に、まさにシアさん紹介してくれた入江さんっているじゃないですか。ヒカルくんの、YouTuber のヒカルくんの事務所の社長なんですけど、彼が「いや堀江さん DJ スクールありますよ」って言われて「DJ にもスクールあんの？」そうなんですね。今そうなんですよ。僕 DJ スクールに通って DJ 教えてもらったんですよ。すごい時代ですね。すごい時代ですよ。でも確かにスクール通わないと本当わかんねえなって思いますもん。でスクールに通って基本的なやり方を教えてもらったんですよ。だからなんかこうやってクーとかってやってるじゃないですか、DJ の人とかこうやってやったりとか、あれ一つ一つの作業に意味があるんですよ。でそれ知らなくて最初、こういう意味があったんですねっていうでやってみると、俺ただ後ろでこうやってやってる人だけの人かなと思ってたらファンキーモンキーベイビーズの世界観ですよね。ファンモンの人みたいなイメージを勝手にしてたんですけど、めっちゃやることあるんですよ。しかもだから最初からセットリスト決めてる場合は別ですけど、決めないでね、会場の盛り上がり見ながら自分のレパートリーの中から曲を抽出したりとかしてる人とかはほんと忙しくて、昔あれレコード版でやってたんだと思ったらもうほんと気が狂いそうになりますね、あれね。すごい作業量っていうのがなんとなく知ってます。すっごい作業量です。だけどそれもスクールがあるんで民主化されました。まさにこれからの時代を体験されているのが白洲さんです。頑張って生きております。ありがとうございました。堀江貴文のブログでは言えない話、毎週メールマガジン出しております。皆さんの質問に対する答え、ルールさえ守っていただければ全部答えますので、メールマガジン入ってみてください。月額880円、どっしょい。